2001WX。いやーちょっと悩むな。自分色にもしていけるような。これ着られてなんかちょっとヘッドスライディングとかされたんじゃないですか。シャドーボーダー。ブルーの色合いが違いますね。生地感とまたこの色合いが素晴らしいです。ボタンが一つ少ない4つ。ヴィンテージを再現して作ってる大事なところ。大事なところ。素晴らしいです。僕次ちょっとデニムを見させていただいたので、ちょっとデニムジャケットやっぱりちょっと外せないなと思いまして、はい、一番最初にウェアハウスさんの方でちょっと購入したことがないという方は、はい、におすすめできるモデルとしてはどういうことなんですか。そうするとやっぱりファーストタイプ、ワンポケットで後ろにバックルがつく、はい、ファーストモデルを力入れて作ってるので、やっぱりそのモデル着てもらいたい。見ていいですか。ですね。あいにくちょっと今ないので、おお、そうなんですね。サンプルを持ってきますね。はい、お願いします。いずれ入荷されると思いますので、はい、さあやってまいりました。デニムジャケットでございます。で、これすべてファーストモデルですかね。そうです。まずいわゆるファーストモデルの、はい、2001WX、はい、で1947年モデルですね。先ほどのデッドストックブルーの47年モデルのパンツとセットアップに当たるモデルですね。実際にセットアップできるんですか。そうです。お、そうなんですね。もう本当セットアップを想定して作ってる、同じ年代、同じ生地、同じ部材を使ったジャケットですね。あ、なるほど。はい、ファーストモデルの特徴としましては、ここら辺の肩ポケットもそうですし、そうですね。肩ポケットとやっぱり背面のバックル、シンチバック、ストラップ付き。なるほど。かっこいい生地感も。これはもう現れてますか。一回。これワンウォッシュの状態です。ワンウォッシュの状態なんです。これもどんどんまた経年がして、ここら辺もいろいろ色が入ってくるわけですね。はい。着させていただいていいですか。あ、もちろん。はい。順々。気持ちこう緩いような。あ、本当だ。気持ちいい。あ、いいですね。これも育てたいですね。僕セカンドタイプはよく着てるんですけど、やっぱりちょっと似たようと全然違いますね。そうですね。やっぱりこう袖の付け方だったりとか全体的なこうシルエットもやっぱりファーストタイプってこうよりワークウェアに近い形だったり武骨な形なので、厚着に近づいてきたセカンドとやっぱり少しまた違ったがっつりそのワークテイストがちょっとお好きな方はこっちの方がいいかもしれないですね。そうですね。ファーストおすすめですね。こちら次は、はい、これちょっと着たままいかせていただいて、はい、いいですか。もちろん。ちょっと脱ぎたくない。これはウェアハウスの、はい、一番スタンダードな 1001WX と同じようにスタンダードなファーストとして作ってる 2001WX。2001WX。はい。これ今こちらとディテールちょっと違いがありますか。デッドストックブルーではなくウェアハウスのレーベルなので、はい、セットアップに当たるのは 1001WX なんですけど、やっぱりパンツと同じように、はい、ジャケットも少しこう調整というか、はい、やっぱりこういわゆるファーストタイプって着丈の短さがあるので、それを少しだけこう調整して長くしていったり、ちょっと長くされてるんですね。はい、これデッドストックブルーですね。デッドストックブルーですね。どんどんこのどれをどれだか分かんなくなってきて、すみません。でステッチの色が違いますね。そうなんです。黄色とオレンジのこう2色使い。はい、まあこれもやっぱり元にしたヴィンテージがあるので、それと同じように作ってこう、いわゆるレインボーステッチって言われる。レインボーもう全然7色じゃないです。2色なんですけど。僕もそれ突っ込もうかなと思ったんですけど、2色レインボーってことで、実際にこういうのがあったんですね。そうなんです。面白い。これ38、これちょっと着させていただいていいですか。先ほど着たのが僕40サイズですね。でこれが38。あ、でも僕サイズはこれかもしれないですね。サイズ感でいうと。ジャストサイズだとやっぱり38ですね。ああ、かっこいい。本当になんていうんだろう。本当ワークワークしてますね。そうですね。本当すごくこう直線をほとんど使ってないこう直線。本当ですね。四角い形。バンバン、はい、バンって。ファーストより若干長めにイメージされてるってことですよね。はい。あ、これいい。かっこいいです。じゃあこれもちょっと着させていただいて、次、はい、デッドストックブルーの、はい、S2000WX 対戦モデルですね。で先ほどご紹介した、パンツの対戦モデルですね。このモデルのセットアップとして作ってるモデルですね。ですので同じ生地、同じ革ラベル、こうピンクの。あ、本当だ。そうなるとこれもう上下でいかなきゃダメになりますね。上下で育てたくなりますね。上下でやっぱり揃えたいっていう方は非常に多いですね。ですよね。なかなかこう上下でこう店頭でご紹介できるタイミングっていうのがすごく少ないんです。そうだ。本当
当に申し訳ない限り。どのタイミングが一番可能性はあるんですか？あるんですか？それないので、そうなんです。もうお目当てのモデルがあったら、どっちかがあったら、先にこうジャケットを押さえてもらって、パンツが入ってくるのを待ってもらう。またはこうパンツを先に選んでもらって、ジャケットが入ってくるのを待ってもらうっていうような感じです。そういう感じのがいいです。最近はそんな感じです。で、対戦モデルの特徴が、ボタンが1つ少ない4つ。これが5つなんですけど、ボタンが1つ省略されて4つになっていて、ポケットにいわゆる蓋がない、フラップがない。本当ですね。これがフラップありますけど、だからこれも要するに簡素化されたってことですよね。そうですね。ボタン1個を簡素化されちゃうんですね。なんか大きな差が出るかもと思っちゃうんですけど、出るんでしょうね、当時は。そうですね。数を作ったら少しそれが影響してくるんだと思います。ただ同じように後ろのこうストラップは同じようについてますね。ただこうバックルもユリの柄が入ったバックルっていう対戦の本当時にあるバックルなんですけど、それも再現して作りました。先ほどちらっとお伺いしたんですけど、これも一個一個すべて型から作って、もうやっぱりファーストバックルの種類がすごく多いので、そこもヴィンテージと同じようにバックルも年代に合ったバックルのデザインをつけたいっていう気持ちから作ってます。素晴らしいです。サイズなんですかこれは？これは40。僕ちょっと大きいですかね。ちょっと大きいと思います。対戦のこう身幅広くて比較短い形なんですけど、ちょっと大きくてもそれは感じてもらえるんじゃないかな。いいですか？よければ。でもいい感じですね。40で。こう着丈と袖丈が短いので、身幅の広さはあるんですけど、少しこう大きいというよりこうちょっと緩く着れるような形じゃないかなと思います。でもこれフラップない方が便利かもしれないですね。もしかしたら。携帯を入れるのにですよね。ここ現代だと意外と使いやすいと思います。携帯ちょっと入れれないですよね。こうなると入れれますけど、そうですね、ちょっと入れにくいので、入れにくいですけど、これフラップがないとこう入れたり出したりが意外としやすい。これこうしやすい。いやーちょっと悩むな。これいいですね。おさんこれボタンの普通こっちでしたっけ？これってファーストタイプだけ内側なんです。ですよね。セカンドサードになると外側なんですけど、ファーストだけ内側。だから僕今ボタンをこう外そうと思ったら、あれなんかちょっと違うなみたいな。単純にやりやすさだけだとやっぱり外側なんですけどね。これも諸説あるんですけど、やっぱりこうワークウェアなんで作業してる時に外側についてると引っかかってしまう恐れがあるっていうので内側につけてたんじゃないかって感じてるんですね。面白い。でもちょっと外す時は若干普段と違うので。そうですね。コツと慣れが必要ですけど。色落ちしたのもぜひたまらないです。今日テント持ってきてここでちょっと一夜過ごしながら聞こうと思うので。それはちょっとあれです。それはちょっとあれです。申し訳ないです。それはちょっとあれですけど。どのモデルですか？先ほどのレトストブルーの対戦モデルですね。レトストブルーの対戦モデルの色落ち、実際スタッフが1年半ぐらいひたすら着てひたすら過ごしたモデルです。これ1年にしては相当着られましたよこれ。普通に着てたら数年はかかってしまうと思うんですけど、色々させるために先ほどのデニムもそうですけど、こういう色合いに変わるんですね。もう完全にもうブルーの色合いが違いますもん。そうですね。ここが落ちるんですね。本当にでも着込まないとやっぱりなかなかこういうところの色持ちも出てこないので、これ着られてなんかちょっとヘッドスライディングとかされたんじゃないですか？じゃないとこんな落ちます？してたかもしれない。してたかもしれないですよ多分。うわーすごい、ここかっこいい。めちゃすごく出ますね。ちょっとこう醍醐味の一つですよね。これ醍醐味ですよね。やっぱりパンツに比べると着る機会ってなかなかシーズン的に少ないと思うので、なかなかこうジャケットを色落ちさせるって根気がいるというか、ちょっと本当長い目で見ていかないと難しいんですけど、ただこういう風に色落ちしてくるとよりこう愛着もいいんじゃないかな。なんか綺麗に透き通った海の浜辺の海を見てるみたいな感じです。そうですね。ちょっとそのイライラちょっと表現大丈夫でしたかね今？いやでもその表現すごく的確だと思います。よしよかった。確かにデニムパンツは頑張ればぶっちゃけオールシーズンいけますので、そうですね。確かにジャケットはちょっとかかりますね時間が。上下で同じように色を落とそうと思ったら結構大変ですね。そうですね。もうセットで着用を常にセットでいかなきゃダメですね。これは何ですか？レッドストックブルーの2000WX。これですね。2000WX。
生地の色としてはさっき一番最初の47モデルの色と一緒です、生地と一緒ですね。モデルは若干違うんですけど、色はこの生地ですね。これがこういう感じになります。このなんだろう、ひび割れた感じすごい、なんか火山噴火前の山みたいな。そうですね。これもやっぱりこう防縮加工も何も加工してない革ならではの変化の仕方ですね。これって洗いをかけられたんですか？洗濯そうですね。洗濯だったりとか汗だったりとかで少しこう硬化してしまって表面が少しひび割れをしていくっていう懸念がですね。先ほどもデニムもそうでしたけど、着れば着るほど普通ブランド側としたらブランドネームって落ちないようにしたいじゃないですか。でもあえてデッドストックブルーではあえてもうそういうことはせず経年変化ですね。だって逆にその落ちてった方がヴィンテージですもんね。そうですね。このどこのブランドなんだろうっていうぐらいが本当にヴィンテージ、それをされてるっていうのはさすがでございます。ありがとうございます。ウェアハウスさんの方で最初にデニムジャケットを購入される方はファーストモデルちょっと行かれたらいいと思います。こちらの方にちょっとやはりウェアハウスさんといえばネルシャツもちょっとやっぱり気になってましてですね、こういうところですね。ここら辺、ここら辺はどういったこだわりが詰まってらっしゃるでしょうか？本当に昔から力入れて作ってるんですけど、これも力食機って言われる古い織機で、本当ゆっくり織り上げてる生地なので、映像ではちょっと伝わりにくいんですけど、触ってもらえるとこの生地感、肉厚なヘビーな生地感っていうのやっぱり特徴ですし、本当にそこを気に入ってくださって毎シーズン1枚ずつ柄違いで買い足してくださってる方もいらっしゃいますね。これは着心地が良さそうですね。肉厚な感じなので武骨に着ていけば。そうですね。で洗濯繰り返してやっぱり退色もしてきますし、生地の変化もしていくので、そこもジーンズと同じようにこう着込むことによっての経年変化っていうのも楽しんでもらえると思います。多分お好きな方はもう本当に全色行かれるんじゃないですかね。毎シーズン集めちゃうというんですか。やっぱ毎シーズンこう違うチェック柄色を作ってるので、なるほど。やっぱりこう今年はこの柄にしようかな、去年もこの柄買ったからっていうような感じでちょっとずつこう買い足してくれる方多いですよ。でモデルによってもこうボタンだったりとか、例えばそれがフラップなしなんで、こっちはボタンも違いますし、フラップがあったりとかっていうような違いもあります。本当ですね。ボタン、しかもこのペン差しですよね。ペン差しもあったりで、これフラップあり、でボタンもちょっと違う、また違うボタン。これもだから結局もうヴィンテージを当時のものをこう復刻されてるってことですね。そうです。すでにちょっと長く着られたような色合い。でもまだまだここからこう自分色にもしていけるようなネルシャツです。自分色にしていけるネルシャツでございますよ。素晴らしいです。これもちょっとおすすめで、ぜひちょっとお見せしたかったので、ネルシャツでこのウェアハウスの中で一番スタンダードな4601って言われる、4601ってもジーンズの1001と同じようなボディの名前なんですけれど、このボディもウェアハウスベースにしてプリントを作ったりポケットをつけたモデルだったりとかを作ってる、もう本当 T シャツの一番こう軸になってるモデルですね。スタンダードは生地感が厚みはあるんですけど、こうすごく柔らかい生地感、スラブ糸って言われるような太さにこうすごくムラのあるような糸を使ってるんですね。本当だからちょっとこういう感じになりますよね。でこのムラの感じが洗いをかけることによって、よりこう凹凸がこうボコボコ出てくるんですね。でそれでそのボコボコ具合が陰影によってこうボーダーにも見えるので、それはもうシャドーボーダーと呼ばれるような生地。それぐらい陰影がはっきり出るってことですね。そうなんです。着ていけばやっぱりこう白だったりとかがすごくこう分かりやすいですね。ただやっぱり何より着心地がいいってこう皆さん言ってくださいますね。これループフィールですか？いえ、これは違うフィールではないんですけど、もう本当それよりも希少って言われているようなローゲージ編み機って言われる古い編み機なんですけれど、それを改良して編み立ててます。そうなんですね。ネックも特徴ですね。ネックも特徴。いわゆるバインダーネックで、さらにここに1本こうパイピングをして作ってるんです。強度を高めてるってことですか？そうなんです。伸縮性はしっかりあるんですけど、本当に強度のある伸びにくい作りなので、本当にこう1年2年3年着てもダラーンとこう伸びることのしにくいネックです。普通だって T シャツってここがデローンとなっちゃいますよね。僕サイズですと M ぐらいがいいですかね？そうですね。これもやっぱりジーンズと同じように縮んで馴染んでいくんですけど、縮んで表記サイズになるように作ってるので、この普段のサイズ選んでもらってやっぱり M サイズでちょうどいいと思います。なるほど。これもおすすめでございます。で色も
たくさんカラーバリエーションがございます、はい、やっぱりこの生地の素材感が素晴らしいですね。気持ちいいです。これ今着られていらっしゃるの、これもそうですね、これのポケットがある、はい、これのポケット付き。ちょっとシャドウ出てませんか？じゃあシャドウボード分かって見えるかなっていうねでもやっぱりもう一つ親御さんと言ったらスウェットですよね。ネルシャツ T シャツ着たら欠かせないのはやっぱりスウェットシャツ。欠かせないです、はい、もう本当これもジーンズと同じように、はい、ヴィンテージを再現して作ってるモデル、はい、いわゆるこのガゼット V ですね。はい、V ガゼットがもう前も後ろもついているので、両 V ガゼット、両 V、そうですね、両 V と言われるモデル。これは1930年代のヴィンテージの両 V スウェットを再現して作ってます。30年代なんか30年代特徴としてはこの裾のリブの付け方ですね、はい、ここボディのこういう4本針フラットシームって言われる縫い方とまた違って、はい、いわゆるネックでは見かけるバインダーネックって聞くと思うんですけど、先ほどの T シャツもそうですね、それの作り方で裾リブをつけているっていう、この年代にしか見かけないディティールを取り入れてます。ここ違うんですよね。そうですね、これは4本針のフラットシーマーですね。縫い目がこう凹凸感が少ない、フラットに仕上がる縫い目ですね。フラットにこう、はい、生地もいわゆるつり編みの生地を使ってふわっと柔らかい生地ですね。で染色もやっぱりこう退色していくので、洗濯とこう紫外線で焼けていくので、またその経年変化、色の変化も楽しんでもらえる。紫外線で焼けるのがかっこいいですよね。いわゆるネイビーだとナスコン、紫がかったようなネイビーになっているナスコンって言われる色も皆さんお好きですね。つり編み機はこう下から上げていく感じですよね。そうですね、はい、落としていくような、落としていく感じですね。はい、でなので空気をいっぱい含むので、そうですね、生地にテンションのかからない編み方なので、本当手編みに近いようなふわっと柔らかい着心地のソフトな生地が特徴ですね。もうこうしてるだけでも気持ちいいです。ふわっと包まれてる感じありますね。裏側もいわゆる肝はい、本当ださせてるので、素肌に着ても肌当たりはすごくソフトで着心地いいですよ。ちゃんと先ほどお伺いしたんですけど、スウェットのコレクターっていうのをお伺いしたんですけど、独自のスウェットが大好きで、ぶっちゃけどれくらい持ってらっしゃるんですか？着数はそんなに多くないです。20とか。でもその一個一個がとてつもないですよね。ちょっと古い好きなのを集めていたりしてます。それ結構すごいことになりませんか？そうですね、一本でも結構うん十万いきますよね。すごいのっていきますね。で本当ここ数年本当にすごく、スウェットだけじゃないんですけど、ヴィンテージ収容すごく高騰してきたので、もうついていけなくなってきました。僕は最初から諦めましたもんこれ無理だって言ってすごい高いみたいな。韓国の、スウェット仲間が一人いるんですけど、そうなんですね。スウェット仲間ってのがいるんですね。スウェット仲間そうなんです。基本日本だけで僕はやってたんですけど、韓国でも一人仲良くさせてもらってる子ができて、でも韓国でもスウェットの人気がちょっと上がってきてるっていうのは彼は言ってましたね。結構暑いですよ。かなり暑いと思いますね。本当ですか？たまったらジーンズと同じように抜け出せなくなりますね。ビューティースのオリジナルを熟知された方が親御さんでこうされてるっていうのは、またこれもこうなんていうんですかね、信頼度といいますか、やっぱすごいちょっと説明が下手くそで申し訳ないです。ありがとうございます。カットさせていただきます。大事なところヴィンテージを熟知された親御さんだからこそできる、ありがとうございます、スウェットでございますよ。これサイズ感は僕これ何を着ればいいんですかね。38ぐらいですかね。38が S なんですね。スウェットだけはちょっとややこしいんですけど、38って他のアイテムでいうと M サイズに当たると思うんですけど、縮む前の表記にしているので、38が一番小さいサイズなんですね。で38が縮んで S サイズっていうようなサイズにしてます。日本 S になるって感じですか？そうなんです。日本サイズですね。ですので40で縮んで M サイズ、42で L サイズ。何サイズ作れますか？私は40。じゃあ僕40ぐらいでいいかもしれませんね。ぜひぜひ親さんのスウェット、こちらもものすごい有名ですから、ものすごい着心地クオリティが高いのでおすすめでございます。もっと一個ずつ全部取らせていただきたいんですけど、時間の関係上ちょっとラストのアイテムいかせていただきます。こちら先ほど見たスウェットの、これフード付き。そうですね。ただ生地がダブルフェイスって言われる2枚使い。ここがこう2枚、こことここで2枚使って、スウェットの生地とスウェットの生地、起毛面を合わせて、単純に本当2枚合わせで
作ったスウェットですね。スウェット2枚着ているような状態です。持ってもらうと重量感も感じるんじゃないかな。本当だ。これじゃあ冬はめっちゃ暖かそうですね。あったかいです。本当に当時こういうのがあったんですか？そうなんです。ヴィンテージのいわゆるパーカーでも、はい、本当昔から存在してるんですけど、はい、単純に保温性を上げるために体を冷やさないように開発されたものなんですね。年代的にどれくらいのものなんですか？これは50年代から60年代に作られたモデルを参考にして再現しました。再現されて2枚仕立てでございますよ。いわゆる後付けパーカー、普通のクルーネックのスウェットのように作られてるんですけど、フードをこうその上につけてるっていう作りですね。これも昔のヴィンテージのディテールですもんね。そうですね。早く冬が待ち遠しい。真冬に真冬にこれだけでいけますね。いけますね。本当に保温性あるので、これはもう真冬でも着られますね。でこの生地感とまたこの色合いが素晴らしいです。お客さんいっぱい来られましたので、はい、そろそろ締めをさせていただきます。じゃあ挑戦何を喋るか何も考えなかったですよね。じゃあなんか告知ございますか？そうですね。告知非常に難しいですけど、僕ら英語なかなか苦手なスタッフもいますけど、精一杯対応させていただくんで、ぜひ皆さんお待ちしてます。もうボディーランゲージで通じますか？そうですね。8割方。もうデニムだけの世界共通語ですから。デニムが好きなら心がきっと通じると思うんで。もう視線だけで多分通じるかもしれない。お互い見つめ合ってる感じになるとちょっとあれですけど、店舗に関しては全国ございますよね。そうですね。東京にはあと有楽町、有楽町メンズにありますし、名古屋、大阪、福岡、で北に札幌。北に札幌まで、はい、本当にいつもご施設に丁寧に対応していただきますので、ぜひ来ていただいて、このこだわり、この職人の技をぜひ堪能していただけたらと思います。今日お忙しい中ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。最後一言カムサハムニダお願いしていいですか？カムサハムニダ。カムサハムニダ。